ウィスカーウッド。煙の汚染で視界が真っ黒だった工業区を完全に解体し新たな工業区を建設した我らがネッツ。アップデで追加された新型装置もがっつり導入。さあ工場をフル稼働して稼いで私に黄金を捧げるのだそれでは前回尺が長くなりすぎてできなかった、私力作の新工業区の工場案内を始めまーす。謎のこだわりが多すぎで理解不能なところも多いが、まあ頑張って作ってたから見てやってくれ。まず手前に見えますのが製材所と木工所でございまーす。ドロップオフで作業場の近くまで原料を自動で搬入したのが匠のこだわり。下はベルトコンベアー地獄です。半地下でサボってるネズミが見えるこちらは機械工房。生産上限で休憩中かな。こちらの資材ももちろん自動化。燻製でジロで作られた油が長距離移動で運ばれております。家事工房の精密測り作成担当もここの鋼鉄使ってたりします。機械工房の隣には見晴らしのいい休憩所がございます。などと言っているがこの下がコンベアー丸見えなのを隠してるだけのオブジェである。ばらさないでよ。こちらに見えますのが古いわけの塔でございまーす。なお手前2つは現在未稼働で今後も稼働予定なし。肥料は補給物資で十分。塩などネズミには贅沢だ。海水を飲め。おい。植林棟護岸との接続部の上は、ご覧の通り防御施設があり頭上から鉛玉を打ち込めます。右側に見えるエンジンを隠すだけのために作られた防御塔である。そうとも言う。まあ植林棟護岸の防壁を突破されたら狙われやすい位置とは思うから、矢玉とかはしっかり備蓄ね。ほんとお前は防御力に無駄にこだわるな。でエンジン隣は石鹸用の調合所。もう一見生理食塩水を作ってるところもあるぜ。こちらに見えますのは薬局、食塩水とキノコで合法な医薬品を生産しております。怪しくないキノコのお薬。そしてこの施設建設の研究を行ったパイオニア、博士が現在自由に研究している研究所がこちら。なお横に埋められた未稼働の缶詰工場もある。同工房3軒ずらー。数は必要ないがレシピの切り替えが面倒なので3軒体制。数量制限してるから結構暇な職場。作業動線も悪くないからネズミが見えるのは一瞬だけ。取って入れて出す、取って入れて出す。三連溶鉱炉。青銅と銅の間に燃料が届いて共用で使うシステム。奥に見えるのが鋼鉄と鉄を生産してる鉱炉でございます。家若干見切れててしっかり見えてはおりません。お隣は家事工房3軒です。なお鋼鉄の板は使い道不明なので稼働予定なしです。いやーしかしこのドロップオフシステム、本当に便利でいいね。忙しい職場で一気に消費されても、定時時間外も動いて翌朝には補充されるからすぐ仕事が始められるぜ。どうだい？新システムは使いやすいかい？移動距離が減ったんで作業効率いいっすよ。まあ生産量増えても終了時間内は働かなきゃなんでこっちとしては大差ねえっす。まあそうだろ。汚染に関しては改善はしたけどやっぱり煙出ちゃってるね。それでも炭焼き窯がなくなったことでだいぶ緩和されたぜ。必死に働くネッツ。その下で回る怪しい物体。地下に埋め込んだエンジンの残滓です。足の小指をダイレクトに狙ってくる凶器です。労災事故に注意して作業してください。さあ皆の者を、工場停止中の遅れを取り戻すのだ。キリキリ働けー。そして作業者が必死で働く中、その奥から覗き込むように様子を伺うニートたち。仕事せい。そんなこと言われても未だ行く仕事ないんすわ。次の公共事業するにももう冬になるし、輸送も自動化でだいぶ減ったしどうしたもんやら。工業区が完成したから、農業や食品に従事させる方向でやってくか？冬の目標になりそうだね。それではエレベーターで下へ参りまーす。資材搬入自動化の末にコンベアで地獄となった世界2号だ。正直見せることも叶わぬ地獄。しかし地獄の中に極楽もあり。うわ、いつの間にこんなに金地金集めたんだよ。こちらは私の個人資産でございます。すがすがしい要領で集めた金。鉱物用倉庫にまとめて搬入してから、抽出口を使い自動で各種倉庫に格納しております。フォトモードで撮影したけど、隙間が狭すぎてほとんど映せないの様子。文字通り所狭しとコンベアや配管で敷き詰められております。完成した延べ棒も集約してから分類して各倉庫へと搬出しております。間に倉庫をかませることで、一番奥の倉庫がいっぱいになっても手前の倉庫に入るから余裕ができるぜ。これには A 型の私もにっこり。こんな感じになってますー。細かい説明はできない。なぜなら作った本人も理解しきれていないからだ。そして地下部分を見て思う。こいつらまだサボってやがるなと。こやつ、堂々とサボっております。こらあんたたち、おやつ抜きにするよ。やべえ残業心に見つかったぞ。忙しいふりしろ。さあ回し車を回せー。
目の前で回る蒸気のエンジンを見ながらか、どういうテンションで仕事していいかわからんなこれは。この角度だと噴水がよく見えるね。無駄に配管に苦労した噴水、その先に繋がる公衆浴場が今工事の大詰めかな？暑そうな作業場の彼らが、これで涼んでくれるといいね。だな。では工場見学は以上となりまーす。ぎっちり作りすぎて拡張の余地がほぼないのだけネックだな。てかこの世界だんだん重くなってる。世界の限界は近い。やべえ秋最終日なのにボイラーに燃料入ってない。このやりとり何回目だよ、そろそろ学習しろよ。蒸気の残量3500、このままじゃまずいね。燻製出城の倉庫の燃料がなくなってる。こりゃ燻製作りすぎの影響かな？一応燃料流れてるけどボイラーの供給にも間に合ってないね。スメハラさん、炭焼き急いでー。俺に言われても困るぜ、単純に人手が足りねえよ。しゃあない炭焼き担当増員、匂いに耐性のある子が足りないけど致し方なし。端っこは汚染少なめだけど、原料の丸太を取りに行く時にどうしても汚染浴びちゃうから不満が出そうだ。こっちもドロップオフシステムに作り直した方がいいんだろうけどさすがにめんどい。つか燃料は今必要だしな。おら強制投稿だ。炭焼きのために匂い耐性のあるネズミが強制的に食料訓練に連れてかれた。さあ皆の衆、残業してキリキリ働けー。つうか炭焼き防壁で作った燃料だけじゃ燻製出城の消費に追いつかないだけで、工業区行けば燃料自体は余ってるから割と無駄な残業。そういえば日報で生魚食って文句言ってる子がそれなりにいるので、少々対策を考案。加工予定のない徴税用の魚の入り口をロープで囲って入れなくしました。搬入は投入口からできるので問題なし、これで盗み食いはできないぜ。燻製出城の倉庫もロープで封印。いやそれじゃ魚の燻製作れないだろ。我に妙案あり。倉庫直ではなくドロップオフを経由することで、もしかしたら盗み食いを回避できるかも。どうなんだろこれは。そして定時になり。やったー、火の通ってない生魚は最高だぜ。こら火の通ってない生食は食品衛生法違反だよ。食うのは構わんがこいつらこの後日報で文句言うから納得いかんな。夜だけ閉まる扉が欲しい。こうして実りの少ない魚封印検証が終わった。糸かなし。やっべ魚封印に夢中になってボイラー室の残業命令忘れてた。今日はもう帰って寝てます。暖房がついたり消えたり。明日から冬なのに不安しかねえ。なお魚の生食被害は10匹程度減りました。納税用魚倉庫はロープの効果あり。では炭焼きでも使うので離島の伐採も張り切ってやってこう。季節は冬になり気温は5度、蒸気噴出口を設置はしたが熱気が出るのは運次第。冬の間は雪で装飾とかやりにくいし、地道にインフラや生産調整工事をやってきましょ。工業区の再開発で長時間放置してた場所とか、もうどうなってんのか正直わかんねえぜ。掘りにくいけどサザンクロストンネルの天井拡張工事。現状配管や鉱物のラインで使ってるので追加のコンベアーとか通しづらい状況。鈴鉱石現場で掘った石や鉱石を運ぶラインを、護岸防壁の中に移設しまーす。これで見た目がスッキリするぜ。今流れてるの捨てるのもったいないから撤去するのは今の分が格納されてからね。だな。おらにゃんこ様のために小銭稼ぎ用の小物の内職をするのだ毎日参道がゼロになるまでネズミを酷使。翌日降雪して景色は銀世界へ、夜の間にラインの鉱物も流れたので撤去。海の中にも切り石あるから忘れないようにな。あいよ。炭焼きがフル稼働してるのに燻製出城の燃料が足りてない。急遽輸送ハブの奴らにも運ばせてるけどこれこのままじゃまずいぜ。どうしましょ。寒さで病気になるネズミが出る最悪の状況は免れてるけど、かなりギリッギリだね。こりゃ何らかの手こ入れが必要だ。まあ食料の生産量に制限を設けて減産してもなんとかなりそうだけど、過剰に作った分は密輸で売れるし、生産量は落としたくないんだよね。こいつ、こっそりネズミたちの食料まで横流ししてやがる。そして一晩考えた結果、燻製出城とキノコ丸を合体させることにしました。城の見た目としては工業区も似たような高さだし、もうこの辺全部4の丸って感じになりそう。ここを繋いで燃料の運搬を自動化だ。出城という見た目にこだわりたかったがやむを得ない、防御力を犠牲にして燃料を優先だ。そもそも防御力上げる必要ねえし。いやある、きっとある。ただの妄想じゃねえか。で古いわけの塔で作られた燃料を、キノコ丸のマッシュルームを突っ切って燻製出城まで延長。これでボイラー室まで開通だぜ。こちらには小型倉庫兼成立。常に倉庫いっぱいの燃料が入るだろうから、ドロップオフが空になっても作業の遅延が少なく済みそうだ。
ドロップオフも無理やりねじ込んで2件体制にするよ。もう小型倉庫でいいんじゃねえとも思うが、片方が空でももう片方が使える安心感があっていいな。さあ非盛り人よ、残業アイコンを掲げたるみなく働くのだ全く無駄のない働きっぷり、これでダメなら増員するしかねえな。燃料投入が間に合っても生産量足りてないかもだし、この際がっつりボイラー室を作り込むぞ燃料用小型倉庫が完成。燃料搬入確認用紙、受け入れも燃料のみに設定用紙。それではボイラーマシマシ。前に作った出城の隙間のボイラーも整理するため、多めに設置しております。こんな感じになりそうろきっちりと詰め込まれたボイラー分、これで今年の冬も乗り切れるかな？トリマ燃料の不足は補えたんだけど、今度はアップデで仕様が変わった石が不足気味でね採掘は続けてるが残り100個ちょっとか、どうすんだ？見なかったことにしよう。すがすがしいほどに適当だな。おお、ソーシングの在庫が777、ラッキー7だ。産業はゼロになったが着実に納税のための物資は増えた。早朝の蒸気 JX、ゼロになってないし一応大丈夫そうかな？どうやら窮地は乗り切ったようだ。さて新工業区も数日稼働させて色々見えてきたけど、この石炭を供給するライン以外と余裕がありそう。気が向いたら整理してなんか建てましょ。ぎっちぎちなのにまださらに建てる気？でもその前に農地の整備をやっちゃいましょ。さらば長らく便利に使ってた倉庫よ。何気に茶葉の在庫が足りないし、甘なんかも不足気味、農業関連おざなりになってんな。ここは未来の農地候補地、野ざらし保管してた切り石をひっぺがせー。雪で見づらい中地道な検地作業に取り組む真面目な悪徳漁師であった。で解体作業してたらお魚納税用漁港が目に入ったので追加の釣り埠頭の建設を開始。やることがなくて暇してる大工たちへの公共事業を発注。こんな感じでおなしゃーす。なんということでしょう、装飾で華やかだった漁港が閑散とした雰囲気に。倉庫の隣に社宅もついでに建てるから、春になって見やすくなったら装飾するよ。さいですか。検地を行い農場と家のセットを配置中。でもそこ雪かぶってるし熱源が来てねえぜ。まあその辺は地道に掘って床下暖房とかでなんとかするよ。工業区再開発でやっつけ仕事で配管した、このパイプもやっと埋没工事が終わったよ。絵面が地味でカットされてるが、なんだかんだでインフラ充実してるネッツの島であった。終了前の蒸気 JX、ゼロじゃないけど増えてもいない。下手したら列車が止まって帰れなくなるネズミが出るぞ、もっとボイラー追加しろ。てなわけで翌日でジロ隙間のボイラーを撤去して使いやすい場所に再配置工事を開始。こんな感じになりそうろー。追加の日盛り人の詰め所も完成して、もう一件も追加で建設中だぜ。燃料の共有も大丈夫そうだし、今度こそ蒸気生産安定するかな？安定する前に冬終わりそう。そんな追加農場が完成し投入口の設定中、以前は小麦畑の上は小麦専用とかにしてたんだけど、他の農場を手伝って別の作物収穫することもあるので、食品は共用で使えるようにしました。今の設定加工前の茶葉と茶を間違えていたが気づいた君は洞察力名探偵だ。ふわ？食品と甘は分ける必要があるので、まあ地下も入り組んだ感じになってまいりました。途中までごちゃ混ぜにしてフィルターで分けるとかもやろうと思えばできそう。一本に集約するにはベルトの速さが多分足りないね。アプデで高速ベルト、お待ちしております。てなわけで機能するかは怪しいけど、地道に農場整備を続ける日々。まあ岩石除去や肥料散布も時間かかるから、地道にやるしかねえぜ。海賊が来たぞー。燻製在庫は3200、好きなだけ持ってけー。直し払わないと砲弾47発、最近空気だったけど地味に邪魔な存在になってきたぜ。さすがに作りすぎたと反省し、助手に連絡して最高級な調理食品以外は生産量を調整しました。作り続ける限り無尽蔵に燃料も使っちまうし、別の産業に力入れた方がいい。でその帰りに植林島から送られる丸太が詰まってるのを発見。倉庫ぎっちり丸太でいっぱいだ。倉庫がいっぱいになったらどうするかって？そうです高度限界海上プラットフォームのざらし保管です。頭の悪そうなタワーが復活だよ。やったね。一部は崩し炭焼き倉庫にしれっと返却。明日使う分の丸太はしっかり準備する。大雑把なようで細かいあたおかであった。春になったどう？めっちゃ吹雪いておりますが、雪が溶けたら大規模工事しようと思ってたのに、冬の間おとなしく地道な作業してたから、そろそろがっつり建設したいな。そうだ、工業区の下の石炭ラインを整理して下に建設しようとしてたんだった。冬の間にやろうと考え春になって思い出した残念の。ではサクッとラインを集約。で空いた部分に家をぎっちりずらー。
公領区の従業員は50匹ぐらいだから、全員分にはちと届かないな。見えない部分だからと適当にしてた部分もついでに総称を置く。暖房整ってて雪がないからここは装飾やりやすいな。なんか隣の食品工場の装飾も直したくなってきた。この辺解体して整理するぞー。食品工場は生産調整すると思って、装飾控えてたから結構適当な場所多いんだよな。てなわけで食堂兼成立。食品工場に社員食堂ができた。一番品質の高い食品の生産量が伸び悩んでるので、追加で高級厨房を3軒追加だ。3種のレシピを全部増産だ。歯ぎしりや箱の一軒家の周り、食品工場の社宅にいいなと思いここにも家を増し増し。やったなヤバコ、隔離されたぼっち生活から卒業だぜ。場所的には3の丸の地下になるけど、装飾もしたからそれなりに住み心地はいいかな？上には服飾工場のコンベアーが流れてるから平屋を採用、騒音がひどそうだ。こんな感じになりそうろー。もうすぐ雪も溶けるってのに大規模工事発注しやがって、こういうのは冬にやっとけよ。だって仕方ないじゃない、今思いついたんだし。こうして雪解けを待たずに島開発が再開された。公領区前の止水ポンプが邪魔だったので移設しまーす。水道管を埋めるため工事を行いますがご近所にお住まいの方ご理解いただけますと幸いです。移民船が来たぞー。しまった、小銭稼ぎの小物の政策出したままで賛同ゼロで受け入れできない。安定のボンミスー。移民受け入れを続ける間はこれは冬専用だね。つか世界が重くなってきたから、うちの環境だと500匹ぐらいで限界かもな。ゼロになった賛同、がっつり回復だー。文字が小さすぎで視力検査状態で最近スルーされてる作業日報さん、お久しぶりです。公領区の再開発で汚染も減ったし、これといって大きな問題はなさそうだね。だな。いい移民がいたら漁師にしようとしてたけど、うっかりで開口が伸びちゃったね。つかここも暖房来てるし、家完成してるから装飾進めようぜ。あいよ。もちろん港部分はしっかり切り石で補強。見えないところも無駄にこだわる、これが匠だ。こんな感じになりそうろー。なんか想像してたのと違う、もっとこうこじゃれた庭園みたいのにするかと思ってた。なんか釣り埠頭についてるエンジンが無水で、どうにもならんかったので砦っぽくしちゃった。あれ床で塞ぐとはみ出るし煙出るしで扱いむずいんだよな。鈴鉱脈採掘担当の社宅周りを埋め立ててたんだけどここだけ作業終わらんと思ったらこれ水浴び場だ。未だにここの奴ら温水の風呂なしだったのか。すまん一匹狼の動きに定評のある FE、専用の家だったけど壊して公衆浴場を建てさせて。職場も隣の食堂なのにごめんな。FE 用の一軒家は食堂裏に再建するよ。今度は綺麗に装飾もサービスするね。畑の整備はかなり進んだけど甘と茶葉の在庫がなくなっちゃったよ。今更だけど野いちごの作物適性が高い場所でも、茶葉にすると適性下がったりと謎仕様もあるみたい。肥沃さ以外にも照度や高度なんかが影響すんのかもな。この世界、地味に農業難しい。即日新築の FE の家が完成。余暇の時間4分の1しか経ってないのにもう寝てる模様。職場も近いし住み心地良さそう。でもよく見たら FE、本日お風呂入らず就寝したみたい。もしかしたら近くに風呂ないと入らず寝るのか？時間あるなら遠くでもお風呂行けばいいのに。そしてお前ら、家余ってるんだから家で寝なさい。空き家100軒以上余ってるのにあえて外で眠るネッツ。甲府っぽいから鈴鉱脈現場担当かな？家が遠すぎるとダメとかあるのかも？この世界の謎がまた一つ増えたな。そんで野宿だって文句言うんだから世話ないよ。理不尽。では春になったのに雪が溶けなくて我慢しきれなくなって大量の建設依頼を出してしまったところで今回はここまで。冬の地味工事ばかりになってしまいましたが、次回頑張りますのでグッドボタンで応援いただけると幸いです。毎年のように冬の暖房で不便を強いられるネッツ、安心して一等できる日は来るのだろうか。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。最後に今回大規模建設なくてがっかりしてそうな視聴者さん向けにおまけでチラ見せ。2日後に天守閣ががっつり建造されました。やっちゃった、てへ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。